ジャパニーズポッドキャストビル桜子。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、桜子です。ジャパニーズポッドキャストビル桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など日本の日常を日本語でお送りしています。今回のテーマは秋と冬にまつわるオノマトペです。オノマトペとは音や状態、動きなどを表現した言葉で、人、動物、物が発する音を表現する擬音語と、音がない雰囲気や状態を表現する擬態語を総称したものです。オノマトペは日本人の感覚や感情を豊かに表現する言葉として日常生活の中でよく使われており、日本語は世界的に見ても特にオノマトペが多い言語と言われています。秋と冬によく使われるなと思うオノマトペを45個集めました。それでは行ってみましょう。サラサラ。意味、風や木の葉が軽やかに揺れる音や様子。例、秋風が吹いて木々の葉がサラサラと音を立てている。サラサラは他にも使い方があって、髪の毛が手入れされ絡まりがなく綺麗な様子も表します。髪の毛がサラサラだと使ったりもしますよ。カサカサ。意味、落ち葉が乾いて擦れる音や様子。乾燥している様子。例、公園の道を歩くと落ち葉がカサカサと音を立てる。カサカサの意味にひどく乾燥している様子もあるので、冬場は手がカサカサになると使ったりします。私も冬はカサカサにならないようにボディクリームのケアを欠かせません。ヒューヒュー。意味、冷たい風が吹き抜ける音。例、秋の夜、山からヒューヒューと風が吹いてきた。ヒューヒューは風が吹く様子を表す表現だけでなく、男女の雰囲気がいい場面でヒューヒューと茶化したりするときにも使われる表現です。ピューピュー。意味、少し冷たい風が吹き抜ける音。例、秋風がピューピュー吹いて肌寒かった。ビュービュー。意味、風が激しく吹く様。例、風がビュービュー吹いている。ヒューヒュー、ピューピュー、ビュービューはどれも風が吹いている様子を表す言葉ですが、ビュービューはヒューヒューやピューピューよりも勢いが強い表現で使います。特に寒い冬は日常的に使います。ざわざわ。意味、木の葉が揺れたり騒がしい感じ。例、秋の森が風でざわざわと揺れている。ざわざわは自然の風景を表すだけでなく、心の様子を表すときにも使います。例えば、心がざわざわするというふうに使い、心がざわつくとは意味もなく不安を感じているということ。ドラマとかでもよく出てくる表現ですね。ポカポカ。意味、秋の日差しが暖かく心地よい様子。例、秋の日差しがポカポカと体を温めてくれる。このオノマトペは日常生活でも
よく使いますよ。今日はポカポカで気持ちいいね。と、挨拶の一つみたいな感じです。スースー。意味、肌に触れる冷たい風の感触。例、薄着で外に出たら風がスースーして寒かった。家の中でもドアがしっかり閉まっていなくて風がスースーすると言ったりしますよ。パラパラ。意味、雨や落ち葉が少しずつ降る様子。例、木の枝から落ち葉がパラパラと降ってきた。日本人はよく雨の表現でも使います。パラパラの雨だから傘をささずに走っていこうみたいな勢いは弱めであることを表現します。ハラハラ。意味、紅葉や落ち葉が舞い落ちる様子。例、秋風で木の葉がハラハラと散り落ちていく。ハラハラは涙が落ちる様子を表すオノマトペでもあり、涙がハラハラと落ちたと使います。また、悪いことや大変なことが起きたりしないか心配するときにも使い、綱渡りを見て怪我をしないかとハラハラしたと表現します。チラチラ。意味、紅葉の葉が少しずつ散る様子。例、秋風に吹かれて紅葉がちらちら舞い落ちている。葉や花びらが落ちる表現のオノマトペとしてひらひらもありますね。ひらひらよりもちらちらはなんだか儚い印象があります。ひらひらは桜の花びらがひらひら落ちるというように使います。黙々。意味、焚き火や煙が立ち上る様子。例、秋の夕方、焚き火の煙がもくもくと空に上がっていた。煙の表現は黙々が多いですね。あと、黙々の雲というように、雲の表現としても黙々は使います。パチパチ。意味、焚き火や落ち葉が燃える音。例、焚き火の中で枝がパチパチと燃えている。日本では秋の落ち葉を集めて焚き火をしたり、その中にさつまいもを入れて焼き芋を作ったりします。その時の燃える音の表現がパチパチです。ふわ。意味、秋の風が優しく吹く様子。食べ物の香りが漂う様子。例、焼き芋の香りがふわっと鼻をくすぐった。ごとごと。意味、栗や木の実が木から落ちる音。例、山道で栗がごとごとと地面に落ちていた。どさ。意味、雪や重いものが一気に落ちる音。例、屋根からどさっと雪が落ちてきた。りんごがどさっと落ちたというように使いますが、落ちるものが少し大きめなものに使うことが多いです。バサバサ。意味、雪が木の枝から一気に落ちる音や様子。例、雪に積もった雪がバサバサと地面に落ちた。バサバサは鳥などが飛び立つ音の意味もあります。鳥がバサバサと飛び立ったというように使います。コロコロ。意味、木の実や小さいものが転がる音。例、どんぐりがコロコロと道を転がっていく。どんぐりコロコロどんぐりこという歌が同様にあるくらいよく使われます。くんくん。
意味、食べ物や自然の香りを嗅ぐ様子。例、犬が秋の空気をくんくん嗅ぎながら散歩している。ほ、意味、冷たい空気の中で暖かさを感じて安心する様子。例、温かいお茶を飲んでほっと一息ついた。商品名でも温かい hot とホットをかけている名前のものもあったり、心が安らぐ表現によく使います。私はホットミルクを飲むと心がホッとします。ワクワク。意味、イベントや食べ物に期待して心が弾む様子。例、秋祭りが近づいてきてワクワクしている。私はもうすぐクリスマスが来るので本当にワクワクしてます。ツリーやリースの準備をするだけでもワクワクします。もぐもぐ。意味、おいしい食べ物を口いっぱいに食べる様子。例、焼き芋をもぐもぐと味わって食べた。赤ちゃんや子供に食べ方を教えるときにも使えますよ。もぐもぐしてね、や、もぐもぐしながら離さないとかね。うっとり。意味、美しい紅葉や秋の景色に心を奪われる様子。例、山全体が紅葉していて、思わずうっとりしてしまった。美しいものに対して使う表現なので、人に対しても絵画や彫刻などの美術品に対しても使います。このアイドルかっこよすぎてうっとりするねといった感じです。新。意味、静かで澄み切った秋の夜の様子。例、秋の夜、しんと静まり返った山里で星を眺めた。会議中とか誰も発言してない場面ってありますよね。課長の一言で場がしんと静まり返ったというように使います。しんしん。意味、雪が静かに降り積もる様子。寒さがしみ入る感覚を表現することも。例、しんしんと降る雪を眺めながら静かな夜を過ごした。ポツポツ。意味、小雨が静かに降る様子。物が点在する様子。例、秋の夕方、小雨がポツポツ降り始めた。ニキビがポツポツできたやゴミがポツポツ落ちているという表現にも使いますね。キンキン。意味、秋の夜の冷たさや澄んだ空気を感じる様子。例、キンキンに冷えた空気が頬を刺す。他にも、キンキンに冷えたビールを飲むといった液体が冷たい表現にも使います。ザクザク。意味、落ち葉や枯れ草を踏む音や感触。例、落ち葉の上を歩くとザクザク音がする。ふかふか。意味、枯れ葉や落ち葉が積もり、柔らかい感触。例、森の中は落ち葉でふかふかしている。他にも、ふかふかの布団など柔らかく盛り上がっているものに使います。チリチリ。意味、霜や冷気で肌がチクチクするような感覚。例、朝霜が降りていて指先がチリチリと冷たかった。チリチリは毛や糸などが焼け縮れる音を表すオノマトペでもあります。落ち葉がチリチリ焼けているという表現です。他にも縮れたシワが寄ったりする様の意味もあり、チリチリのパーマかけてくるといった使い方もします。すっきり。意味、秋の空や風景が澄み渡る様子。例、秋晴れの日、空がすっきりと広がっている。
すっきりはわだかまりがなく、気持ちの良い様を表すときにも使います。いろいろ話せてすっきりしたと使います。こそこそ。意味、小動物が枯葉の中を動く音や様子。例、茂みの中でリスがこそこそと動いていた。こそこそと似ている言葉で、こっそりという副詞もあります。意味は人に知られないように、密かに物事をする様子。こっそり隠れたというように使います。パラリ。意味、一枚の葉や紙が静かに落ちる様子。例、古い本をめくると、一枚の葉がパラリと落ちてきた。スー。意味、冷たい風が穏やかに流れる様子。例、秋風がスーッと頬をかすめていく。カリカリ。意味、焼き芋や栗の外側が焼けた音や食感。例、焼き栗をカリカリと剥いて食べる。ぽっかり。意味、水面や空に軽々と浮かんでいる様子。例、秋空に白い雲がぽっかり浮かんでいる。ぽっかりは口や目、穴などが大きく開いている様子を表す意味もあるので、心にぽっかり穴が開いたという表現もします。シャリシャリ。意味、柿や梨をかじる時の音や感触。例、秋の梨をシャリシャリと食べるのが楽しみだ。柿の食感はサクサクでもあり、シャリシャリでもありますね。私も柿が大好きです。ゴソゴソ。意味、落ち葉や枯れ草の中で動く音。例、枯葉の山の中で小動物がゴソゴソしている。コトコト。意味、食材を煮込む鍋の音。例、キッチンでさつまいもをコトコト煮込んでいる。コトコトという音はじっくり煮込んだ印象を与え、時間をかけて作った鍋料理に使われます。キュッキュッ。意味、冷えた雪を踏む時の音。新雪を歩く楽しさを表現。例、真っ白な雪の上を歩くと、キュッキュッと音がして気持ちよかった。コンコン。意味、雪や雨、あられなどの降る様、咳をするときの声。例、雪がコンコンと降っている。咳がコンコン出る。子供がコンコンと咳をしていると、風邪ひいたかなと心配になりますよね。咳を表すオノマトペは他にもゴホゴホがあります。ゴホゴホは単が絡んでいて、コンコンよりも重症な印象があります。ブルブル。意味、寒さや震えを表す。例、冬の朝、ブルブル震えながらマフラーを巻いた。さわさわ。意味、木々や草が軽く揺れる音や穏やかな風の感覚。例、秋風に木の葉がさわさわと揺れて心地よかった。ホクホク。意味、ほっこりした温かさや焼き芋のような柔らかくて甘い食感を表現。例、焼きたてのさつまいもがホクホクで美味しかった。ゴワゴワ。意味、乾いた草や葉が擦れ合う様子。例、干し草を触るとゴワゴワしていて秋らしかった。洗濯物が冷たさで硬くなってしまった時や、洗いすぎて肌触りが悪くなった時にも、洗濯物がゴワゴワしていると使ったりします。以上、45個のオノマトペでした。皆さんが聞いたことあるオノマトペはありましたか？ぜひコメントで教えてください。
オノマトペって可愛いですよね。私は鍋料理の煮込む音に使うコトコトがお気に入りです。動物の鳴き声も国によって表現が違うのを知ってまとめてみようと思っています。ぜひチャンネル登録して待っててください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。まったねー。